morning, everybody. How are you doing? あれ間違えました、言語。おはようございます。今日からですね、毎月、月の第1週目の日曜日はフィルがメッセージ、してくれることになりました。フィルさんはね、これから、テーマに沿ってずっと私たちねにメッセージ、してくれるっていうことなので、それもね期待してください。じゃあ、一言、お祈りします。愛する天のお父様、今日も、ここに一人一人集めてくださり感謝します。私たちがここにいるのはただ私たちがここに、偶然いるのではなくて、神様あなたご自身が私たち一人一人を選び、そして今ここに置いてくださっていることを感謝します。神様、どうか賛美の中で、または祈りの中で、またメッセージの中で、または御言葉を通して、神様、私たちを祝福し、私たちの必要を養ってください。イエス・キリストの皆を通して、期待して祈ります。アーメン。皆さんお立ちください。賛美していきましょう。
実はこのあなたに賛美捧げるっていうこの賛美は、その後ろにいるね、ロバート・ヘイゼルさんがね、英語で書いた曲なんです。それを日本語にした曲なんです。「
私は
神様、今あなたに賛美を捧げます。私たちが賛美を捧げ、あなたを見上げるときに、私たち自身が抱いている問題があなたの偉大さのゆえになんと小さく見えるでしょう。神様、どうか私たちがどんな思い煩いを持っているとしても、いつもあなたを見上げ、あなたに助けを求め、そしてあなたの奇跡を期待することができますように、どうか私たちを導いてください。私たちがあなたという家に住むときに、私たちに必要を与えてくれる、また私たちを守ってください。その約束をもう一度この朝思い起こします。神様、どうか続くジーザスセンターをあなたを導いてください。そして語られる御言葉の中で私たちに示しを与えてください。イエス・キリストの皆を通して祈ります。アーメン。それでは皆様、お座りください。皆さんおはようございます。そう、今日はニュージーランドに父の日です。There's a Father's Day in New Zealand. So all fathers, Happy New Zealand Father's Day. So today we start a new series. じゃあ新しいシリーズを今日から始めたいと思います。 So Bible character. バイブルキャラクターです。So today we will look at Esther. 今日はエステルを見ていきたいと思います。これは旧約聖書のね、登場人物です。So instead of me trying to tell you the story of Esther, we can watch a video. 私が全てのストーリーをね、話すよりも多分ビデオの方が分かりやすいんで、ちょっとそのビデオを、今お見せしますね。ちょっと待ってください。Story of Esther. Esther. So in English, Esther. Esther. Oh, so it's from Kids Bible. 子供の聖書ストーリーね。エステルはペルシャのお妃様でしたが、アハシュエロス王はエステルの秘密を知りませんでした。エステルはユダヤ人だったのです。エステルを育てたモルデカイは王様のお城で働いていました。アハシュエロス王の大臣であるハマンは王様からたくさんのご褒美を受け取り自慢していました。ところが誰もがハマンにお辞儀をするのにモルデカイはお辞儀をしません。ハマンはバカにされたと思い、モルデカイとユダヤ人全員を殺そうと思いました。ハマンはアハシュエロス王にユダヤ人は危険だから殺すべきだと言いました。王様は賛成し、ユダヤ人を殺す日を決めました。モルデカイはこれを知って恐れ、エステルに知らせたのでした。王様のお心を変えてください。モルデカイは言いました。
お呼びがないのに王様に会いに行けば殺されてしまうこともあるのです。エステルは答えました。あなたがお妃になったのはこの時のためだったのでしょう。モルデカイが言いました。エステルはモルデカイの言葉に従って王様のいる部屋に行きました。王様はエステルの美しさに驚き、エステルを招き入れました。ハマンと一緒に食事をすることはできるでしょうか。エステルは聞きました。ハマンは家の庭に大きな木の柱を立てました。モルデカイを殺すためでした。そこに王様から食事に招く手紙が届きました。そこでハマンはお城に出かけていきました。ある男が私と私の民であるユダヤ人を殺したいと願っているのです。エステルは王様に言いました。誰だ、そんなことをしようという者は。王様は聞きました。この悪いハマンです。エステルは叫びました。ハマンだと？兵隊たちをハマンを連れて行け。ハマンは自分がモルデカイのために建てた柱で殺されてしまいました。エステルのおかげでユダヤ人は救われたのです。ユダヤ人はお祝いのお祭りをしました。今もこの日にはお祝いをしています。Okay. It's a great story. いいストーリーです。これは本当に。So the main characters in the story, main character is Esther. まずメインキャラクターはエステルですね。And there is also the king of Persia, Haman, and Mordecai. あとモルデカイって人とハマンって人がいました。So あとアハシュエロソウ、ね、アハシュエロソウの王妃がエステルだったんですね。So the events described in Esther took place around the year 460 BC. これはですね、大体紀元前、460年頃の話です。So at this time, the Jewish people were mostly living outside of their homeland. They were scattered around the Persian Empire. 当時、ペルシャ帝国がこのイスラエルとかも、統治していたので、ユダヤ人たちは今みんなイスラエルにいますけれども、イスラエルの外に、住んでいました。God had warned the Jewish people that if they were not faithful to Him, that He would allow their enemies to overpower them. ユダヤ人たちの不信仰によって、このね、イスラエル王国がですね、滅んでしまったわけですね。This happened in the year 586 BC. これはバビロン捕囚という、これ歴史にも出てくる出来事ですけども、紀元前586年頃の出来事です。years? 年表がありますので、こうですね。So, in 586 BC, the Babylonians destroyed Jerusalem and took many of the Jewish people captive, taking them away from their homeland. 当時力を持っていたバビロン、帝国がですね、このエルサレムを、全部ですね壊滅させて、そしてユダヤ人たちをみんな、自分の、国に連れて行ってしまったわけです。So around the year 539 BC, the Persians became the most powerful empire. They took over from the Babylonians. そしてその数十年後にこのペルシャ帝国がこのバビロン帝国を今度は滅ぼして、そしてこのですね、ヨーロッパの地域、中東の地域を支配していたわけです。So we read about Esther within the Persian Empire. そしてこのエステルの出来事はこのペルシャ帝国時代の出来事です。本当の話ですよ。So check the next one. So
a bit more history. もうちょっと歴史歴史ですよね。So, around the year 450 BC is when the Jewish people were able to return to Jerusalem and rebuild. そして皆さん、歴史の中で何が起こったかというと、このユダヤ人たちがこのイスラエルを追われて、他の国に行ったんですけれども、なんと彼らがユダヤ人がこのイスラエルの国に戻ってくるという出来事が460年頃にあったんです。So about 10 years after 50年後です。すみません。はい。And so we read about that in the Bible books of Ezra and the Nehemiah. はい。エステルのこの今日のストーリーの出来事の10年後に彼らは、ユダヤ人たちがイスラエルに帰った。そしてそのイスラエルに帰った頃の、出来事を綴っているのが旧約聖書において、の、預言者のですね、エズラとかネヘミヤ、っていうね書簡がありますけれども、そのあたりが大体この450年頃で、帰国したところの出来事です。So a little bit more history. もうちょっと歴史の勉強。So the Persian Empire was followed by the Greek Empire. They had Alexander the Great. He was a very famous leader. 今度はですね、このペルシャ帝国も長くは続かずに、今度は、ギリシャ帝国が、この世界をね、牛耳っていったアレクサンダー大王という、ね、有名な王様がいますけれども、この時代ですね。And so the Greeks.would be followed by the Roman Empire. 今度はギリシャ帝国がローマ帝国に滅ぼされるという出来事がありました。And so the Romans were in charge when Jesus was born and when we read about his life. このローマ帝国の時代にこれがイエス・キリストの時代ですね。So 歴史レッスン終わり。もう一回もう一回。So Esther was a Jewish girl who became queen of Persia. エステルは、ユダヤ人でしたけれども、このユダヤ人として、ペルシャ帝国の王妃に、迎えられたんです。And so the Jewish people were facing a big problem at this time. この時にね、ユダヤ人たちが、大きな危機に、あっていたんですね。So Haman, he hated the Jewish people and he wanted to use his leadership position to kill all of the Jewish people. このハマンという人は、がいましたけれども、ハマンはこの王に仕える人でした。で、このハマンという人がこの、ユダヤ人が大嫌いだったんですね。なのでユダヤ人の大虐殺を企てていたわけです。So if Haman had succeeded in his plan, he would have wiped out the entire Jewish race. もしこのエステルの時代にハマンの計画が成し遂げられていたとしたら、もうこの世界にはユダヤ人は誰一人として残っていません。So in World War II, Adolf Hitler tried to wipe out Jewish race. 同じようにヒトラーが第二次世界大戦の時にユダヤ人を虐殺しましたね。So it's called the Holocaust. これはホロコーストと言われます。So what we read about in the book of Esther was similar to Hitler's Holocaust. ヒトラーのホロコーストにね、少し似ているような出来事がこのエステルの時代にあったわけです。So this is a big crisis situation これ for は the もう Jewish 危機と言っていいです。ユダヤ人にとってが、大きな危機に、向かっていたわけですね。So at Haman's suggestion, the king of Persia decides to condemn the Jewish people to die. ハマンの、計画によってこの、ペルシャ帝国はこのユダヤ人たちをもう抹殺するということを、決めようとしていたんです。But Esther's uncle, Mordecai, is a servant within the palace, and he finds out about this plan. でもこのエステルの叔父であった、モルデカイっていう人がいました。この人がその噂を聞きつけたわけですね。この人もユダヤ人でした。And so Mordecai urges Esther to use her position as queen to save the Jewish people. モルデカイはこのエステル、自分の姪のところに行ってどうかユダヤ人を救ってほしい、こう話したんです。So Esther replies to Mordecai. We read in chapter 4, verses 11 to 13. エステルは、こう言ってるんですね。今日のレジュメにもありますけれども、エステル記の4章の、11節から14節、すみません、
レジュメありますか？これ読めるかな、みんな。大丈夫ですね。王の、これ歌詞っていうかな、歌詞も、王の、諸州の、民族も皆男でも女でも誰でも、召されないで、内廷に入り、王のところに行く者は、死刑に処せられるという一つの法令があることを知っております。しかし王がその者に、金の、金の尺を、差し伸ばせばその者は行きます。でも私は、この30日間まだ王のところに行くようにと召されてはいません。彼がエステルの言葉をモルデカイに伝えると、モルデカイはエステルに返事を送って言った。あなたはすべてのユダヤ人から離れて王宮にいるから助かるだろうと考えてはならない。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起ころう。しかしあなたもあなたの父の家も滅びよう。あなたがこの王国に来たのはもしかするとこの時のためであるかもしれない。So even though Esther was the queen, she was not allowed to just go and talk to the king whenever she wanted to. エステルは王妃だったんですけれども、王様にね、普通に話ができるか、そういう立場ではなかったんです。The queen was only allowed to come to the king when the king invited her. 王妃は、王様のところにもし王様が、招待すれば王様のところに来ることができた。でもそれ以外は王妃が自ら、王様のところに行くことはできなかったんです。So it was a big risk for Esther to go and see the king without being invited. エステルにとって王のところに何かを物言いに、行くこと、これはね、彼女にとっても、大きなことだったんですね。But she approached the king listened to her, and so Esther was able to foil Haman's evil plan. でもエステルは王のところに行って話したわけです。そして、王様はそのエステルの言葉を聞き入れて、ハマンの計画は成し遂げられなかったんです。And so the book of Esther teaches us that true greatness is found in serving other people. 私たちがこのエステル記から学ぶことができるのは、神様は私たちが他者に仕えることを願っている。そしてそこに神様の御心があり、そこに素晴らしい計画があるということです。So there are many cultural differences between New Zealand and Japan. 日本とニュージーランドで、大きな文化の違いがあります。But there's one big similarity. でも一つの、大きな共通点が、あります。In both of our countries, we are highly materialistic. そう僕たちね、どちらの国も物欲主義だってことですね。What this means is that living each day in New Zealand or Japan or many other countries in the world, we have all this advertising, all these messages that try to get us to buy more things. どちらかといえばね、私たちの広告にね、目をやりますよね。コンピューターでもテレビでもね。そして私たちがまた買いたいというね、この思いをなんていうか、大きくさせてそれを買わせるようにね。それは私たちが買いたいという欲があるからですよね。So marketing seeks to convince us that we can't possibly live without buying that product. マーケティングが私たちにね、教えてくれるのは、私たち何か買わなければね、何か生きていけない。いつも何か新しくしようとか、何か買おうという、そういう思いがどこかに私たちにあるからですよね。I find advertisements for fitness products very funny. フィットネスのすごい面白いね、宣伝があったのを覚えています。
They show smiling, beautiful people with perfect bodies using exercise equipment. どちらかというとね、いつもね、笑顔でもう素晴らしいボディをしたね、人たちがそのフィットネスのマシンをやっている、そんなね、広告をよく見ますね。They are never like sweating or working hard. They are having a great time exercising. いつもね、そういう広告は大体ね、汗流しても辛いようなね、そういう顔じゃなくて、いつも笑顔でね、楽しいようなね、汗なんて一つかかずにね、エクササイズしているような、そんな広告ですよね。So we are supposed to think, wow, I want to have a great body and be happy like those guys. I have to buy that equipment. あんなに楽しくね、運動してあんなパーフェクトボディになるんだったら、私もあれが欲しい、そう思ってしまいます。But to get fit, it always takes hard work. もしね、素晴らしい体になりたければ、素晴らしいきつい運動も必要なわけです。So they try to make it look easy, but it's very hard. すごい簡単なように見せてても実は本当は辛いわけですよね。So every day there are all kinds of advertisements trying to tell us to buy more things. 私たちにたくさんの広告がこれは買えませんか、これは買えませんか、そう私たちに伝えてくるんです。So buy more things to make your life more comfortable. 何か新しいものを買えばね、私たちのこの人生がなんか簡単になる、住みやすくなる、ようにね、そういう広告が私たちに伝えているような気がします。Now, it's okay to buy nice things. でもいいものを買うっていいんですけれども、But we need to recognize that we can get sucked into living our whole lives seeking comfort as a priority. でも私たちが本当に心地いいものをただ求めることっていうね、それは本当の理由なのかっていうのを気づかなければいけません。But that's not how Jesus calls us to live. イエス・キリストはただね、私たちただ、心地いい人生を送りなさい、心地いいものを選びなさい、そうは私たちに教えてないんです。Jesus said that a great life is a life where we serve other people. 私たち、イエス・キリストが私たちに教えるのは、私たちがね、他の人を愛すること、神様を愛するように、他の者を愛すること、それこそが、本当にあなたに素晴らしい人生を与えるよ、素晴らしいことを与える、そう教えてくれています。A great life is not just a comfortable life. 素晴らしい人生というのは、ただ心地いい、ただ楽しい、そういう人生ではない。So Esther is remembered as a great person because she was willing to serve and help her people. エステルは私たちに教えてくれます。ただ自分のために生きるのではなく、ただ本当に心地いい人生をね送る、ただ楽な人生を送るのではなくて、しばしば私たちは他の人のために何かリスクを負うということも必要な、その時にそこにこそ神様の御心がある時があるということです。If Esther was solely focused on living a comfortable life, I don't think she would have approached the king. ただエステルが、自分のね心地いい人生をただ求めているとすれば、楽な人生を求めていたら今日のような出来事は起こってないと思います。She could have had a very comfortable life, living in the palace with all her servants. エステルがね、王妃としてたくさんの召使いを従えてこうやってね、ただ、心地いい人生を歩めたわけです。But instead, she recognized that a great life for her was to serve the people. でもそれが神様がね、求めていることではないとエステルが知っていたからこそ、彼女は、他の人のために、自分のユダヤ人の、民族のために、彼女は大きな決断をしたわけです。I think when we are helping or serving other people, it doesn't always feel like I'm living a great life. 私たちが誰かのためにね、何かをしているとき、その時にね、いつもね、これは私素晴らしいことをしてるなと思えるような、時がね、もしかしたら、
と思えないことも、あるかもしれません。It's often difficult for us to put the needs of other people ahead of our own. 大体の場合、大変な時が、多いかもしれません。But whenever you are helping or serving other people, you are living a truly great life. でも私たちが誰かのために何かをねしている時、それをね本当にその向こう側に必ず素晴らしいことが待っているということを私たち覚えておくべきです。So this week, make the most of any opportunity there is to help and serve other people. なのでどうかもし、今週、皆さんもさまざまなシチュエーションあると思うんですけれども、そういうねもし誰かを助けるという機会があったらぜひその機会を生かしてください。As you do so, remember that you are living a truly great life. そ You の are 時に making a ね difference. その時にね、ぜひこう思ってください。私は何か本当に素晴らしいことのために今ここにいるんだ、これを成しているんだ、ぜひそう思ってください。So the book of Esther also teaches us that God is working for our good even when we can't see evidence of His action. そして今日のポイントの2つ目は、私たちが気づかなかったとしても神様はいつもその背後で働いておられるということです。One of the interesting features of the book of Esther is that there is no clear reference to God. すごく興味深いことの一つとしてエステル記の中にガッドっていうね神という言葉が一つも出てきません。You cannot find God's name anywhere in the book of ど Esther. こにもこのエステル記には神という言葉はないんです。So some people have argued that maybe the book of Esther should not be in the Bible because it doesn't talk about God. ある人たちはこの神という言葉がないからこそこのエステル記は聖書から除かれるべきだそう言ったんです。But most Bible experts agree that the author has deliberately not referred to God as a technique to emphasize that it's God who's directing all the action. でも神学者はこう気づいたんです。これは神という言葉がないけれども、さまざまなこの場所、箇所において神様という存在が表されている。だからこそこのエステル記を載せたんです。The Jewish people have loved the book of Esther for thousands of years, not because it tells of Esther rescuing the Jewish people, but because it talks about how God rescued the Jewish people. ユダヤ人は今でもこのエステル記を、読みます。本当にね読むんですけれども、それで、これはただエステルが私たちと民族を救ったと言って彼らは読みそして喜んでいるわけじゃないんです。神様が、私たちの民族を救ってくれた、そのことをみんなでお祝いするためにみんな読んでいるんです。So although God's presence and activity is not obvious when we read the book of Esther, it was God who enabled a poor Jewish girl to become queen of Persia. 神様というね、この存在が、本当に、神様という言葉が なかったとしても神様という存在がこの、エステルには、表されていて、そして一人の、貧しいユダヤ人をこの王妃にまでしたこの神様が表されているわけですね。It was God who enabled Mordecai to find out about Haman's plan. 神様がこのモルデカイにハマンのこのプランをね教えたんです。It was God who softened the king's heart so that he allowed Esther to speak to him, even though that was breaking the rules. エステルが王様に話したと感じますけれども、神様がアハシュエロス王のその心を柔らかくして、そしてエステルが来たとしても彼は怒らずにそのエステルの訴えを聞き入れた。これも神様の働きだったんです。This is the same king who had his previous wife killed because she broke the royal rules. 実はこのアハシュエロス王というのはただ優しい人じゃなかったんです。この前の奥さんはこの王室のルールを破ったからこのアハシュエロス王を殺したわけ。そこで新しい王位が必要だった。そしてエステルが迎えられたんです。
So although God's activity is not obvious, we can see God's influence in all the events. 神様というね言葉がなかったとしても、でもその背後には本当に、たくさんの場所で神様が働かれていたということを私たちは、見ることができます。I think this is a great encouragement for all of us. これは私たちをね、に重要なことをね教え励ましてくれるところだと思います。We often feel like maybe God is not doing anything in our lives. 私たちもね、こんな時がありませんか？神様は私の人生に本当に働いてくれてるのかな、そう思う時があるかもしれません。But God is involved in all of the details of our lives. でも思い起こしてください。神様は本当にその、本当に小さなところで、神様は確かに私たちの人生において働かれているんです。And because God loves us so much, we can always trust that He is working for our good, even when we can't see evidence of His action. もしその神様の働きが、本当に確かにクリアに見えなかったとしても、でも確かに私たちの人生において神様は働いておられるんです。So God is always looking out for you. 神様はいつも皆さんのことを見ておられるんです。He's always protecting you. He's always loving you. He's always working for your good. 神様はいつもあなたを守っている。神様はいつも、あなたを愛している。そして、神様は、いつもあなたと共に、いるわけです。He never takes a break or a holiday from looking after you. 神様はホリデー取らないんですよ。あなたをね守る上で。He doesn't get busy doing other things and forget about you. 神様は他のことで忙しいからって言ってあなたのことを忘れないんです。そんなことはないです。So this week, Conway has been sick with RS virus. そう先週RS ウイルスをねフィルの、2番目の息子のコンウェイが、ね、それでなっちゃったわけなんです。So on Wednesday and Thursday nights, Conway, he couldn't sleep because it was so hard for him to breathe. 水曜日木曜日はコンウェイこう息が詰まってしまって眠れなかったわけです。So the doctors said if his breathing gets worse, we have to take him straight back to hospital. なので、お医者さんがもしね、息ができなくなってしまったらいつでもね一緒に来てくださいってこう言ったんです。And so Bron has been so great at looking after Conway while he's been sick. ブローンはねずっとこのコンウェイのことを面倒を見ていた、わけです。She stayed awake with him those nights and she held him upright so that he could breathe and get some rest. ブローンはずっと抱っこしてねどっちかというと少しこう抱き上げてね、簡単に息ができるようにずっとしていたんです。So today, Conway is starting to feel better. Yeah. 大体コンウェイなんとなく良くなってきました。よかったです。But even though Bron loves Conway so much and stays awake with him as much as she could, she had to sleep sometime too. ブローンはね私の息子のコンウェイを本当に愛してます。でもね何日も寝ていなければブローンでさえどんなに愛していても寝る必要があるわけですね。睡眠が必要です。I think as parents we want to watch over our children all the time, but it's impossible. 私たち両親としていつでもね、もう本当にいつでもずっと見てね面倒見ていたい。でもそれは不可能ですね。We have to take a rest. 私たちも休憩が必要です。But God watches over us all the time, and He never has to take a rest. でも神様は休憩も必要じゃない。私たちをいつも見てくださって守ってくださって神様に休みは必要ないです。He is always working for our good in every situation. 神様はいつも私たちのねこの、どんなシチュエーションにおいても素晴らしいことを成し遂げよう、そう思ってくださっているんです。So Psalm 121. 詩編の121編の、3から、6ですね読みます。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。身をイスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。主はあなたを守る方。主はあなたの右の手を覆う限り。
昼も、日があなたを打つことがなく、夜も月があなたを、打つことはない。How wonderful to know that God is always looking out for us. もう神様が私たちをね、いつも面倒見てくださる、いつも守ってくださる、いつも共にいてくださる、そのことを思うことはなんと素晴らしいことでしょう。I think sometimes we can feel like God started doing something in our life, but maybe then He stopped and He's forgotten to carry on the work. 時々ね、私たちこう思うかもしれない。神様なんか素晴らしいことしたら、でも何も起きないと、神様忘れちゃったのかな、そう思う時があるかもしれません。But Philippians chapter 1 says that God carries on His work to completion. でも、ピリピ人への手紙の、1章の6節はね、こう言ってますね。あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださる。必ずそれを成し遂げてくださる。こう教えてくれるんです。So if you don't understand what God is doing in your life right now, or if you feel like He's maybe forgotten about you, remember the story of Esther. もし神様がね、なんでこんなことをね、してるんだろう、その理由が今自分のね、人生の理由が分からなかったとしても、もしね、神様が自分のことを忘れてしまったんじゃないかな、そう思ったとしても、そう思った時には皆さんぜひこのエステル記、これを思い起こしてください。Even when God's action in our lives is not obvious, He is working for our good. もし神様の働きが目に見えるように見えなかったとしても、必ず神様は私たちの人生を見て働いているからです。He never forgets about us. He never takes a rest from looking after us. 私たちを絶対忘れないし、私たちを見守る上では、休憩を取りません。He will finish the work that He has started in your life. そして私たちの人生で始めた神様の働きは必ず完成させられるんです。So let's pray together to finish. 一緒に祈りましょう。God, we thank you so much for the story of Esther. 神様、エステル記、このストーリーを感謝します。We thank you that it encourages us to serve and to help other people. 神様、私たちがこの他のもの、他のものに使えるということを、今日思い起こさせてくださったことをこれ感謝します。This week, help us to recognize the opportunities to help and serve others. 神様、どうか私たちは今週あるこの一つ一つのこの人生の一面一面において誰かのために使える、誰かのために何かをするということをどうか思い起こさせてください。Help us remember that as we serve others, we are living a truly great life. 私たちが誰かのために使えるときに、それは神様あなたの御心を成し遂げることであり、そしてその向こう側には素晴らしいことがあるということをどうか思い起こさせてください。Thank you that the story of Esther also reminds us that you are always at work in our lives, even when we can't see you. 神様、このエステル記を見るときに、私たちの人生においてもし、あなたの働きが見えなかったとしても、必ずあなたは私たちの人生で働いておられるということを私たちが学べたことを感謝します。Help us to remember this when we don't know what you're doing, we can't see what you're doing. どうかあなたの働きが見えないときに、わからないときに、どうかこのストーリーを思い起こさせてください。So we pray in Jesus' name. イエス・キリストの皆を通して祈ります。アーメン。So, let's just pray silently for a few minutes. 少し、祈りましょう。So let's just pray now as we receive the offering for this week. それでは最後に献金のために祈りましょう。
God, thank you so much for all that you give to us. 神様すべて私たちに与えてくださっていることを感謝します。 We give to you this morning because we love you. 神様、私たちはあなたを愛しているからこそ捧げます。 So pray your blessing on each person who's giving today. どうかここにいる一人一人をあなたが祝福し恵みを与えてください。In Jesus' name. イエス・キリストの皆を通して祈ります。アーメン。Thank you so much, Phil. Pastor Phil. That was a great word. You can say. Yes, sir. No. はい、ということで、ジーザスセンターは、これで、終わりになります、以上になります、アナウンスはですね、9月の半ば頃から、なんと皆さんクリスマスの、クリスマスコンサートの準備始まります。皆さんもうって思うでしょ、ね、もうって思うでしょ。僕ね、このクリスマスコンサート何の曲歌おうかなって7月の終わりからクリスマス毎回車の中で聴いてるんですよね。本当にもうね、ホワイトクリスマスとかずっと僕夏ずっとクリスマスですよ。家族旅行してもずーっとクリスマスソングだからこそね、皆さん、こうね、クリスマス、コンサートありますけれども、クリスマスコンサートはちなみに12月の9日の日曜日ですね。なので皆さん、この時はですね、ジーザスセンター主催になりますので、ぜひね、私クワイアで歌えないって方はですね、大丈夫です。たくさん仕事がありますね、受付とか、あとは、もしかしたら、ちょっとね、そのあたりで何か打ったりね、あとは受付のところで笑ってくれる人ね、ウェルカムの人、ね、そんな人必要です。またはね、前回、歌えなかったけど、今回は歌いたいっていう人は初めての方でもね、このクワイア、募集しますので、なんと今回は、ゲストをお招きして、このコンサート、やっていきたいと思います。まず一つは、この宇都宮市内で、結構活躍してるね、ギタリストがいるんです。パチパチ弾くね。でジーザスセンター始まった頃に実はゲストとして来たんです。岩崎和弘君って人がいるんですね。僕の少しね下なんですけれども、彼も今豊里大に住んでるんですけど、彼ね結構カフェでね弾いたりいろんなところで毎週してるプロなんです。ギター1本でバチ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 ってやるんですよ。で彼が、ゲストとして出演します。で、あとですね、もちろんクワイアの曲もあります。でクワイアの曲の中でもおそらく1曲か2曲は、今回そのゴスペルでもこの宇都宮市内でね、すごく精力的に働いている、教えている山中陽子さんの、ね、方がいらっしゃいます。その方8つのクワイアで教えてます。今ね宇都宮市内で、その方がジーザスセンターのこのクリスマス、クワイアで、ゲストとしてこの曲を提供して、そしてレッスンにも実際来てくれます、ね、なのでその方素晴らしい方です、ね、音楽の先生って言ったら皆さん僕もそうですけどなんか怖いイメージあるでしょ。全然違いますねないですか。僕ね本当小学校の時めっちゃ怒られたイメージあってね、小学校クラスがうるさいとさバーンとかピアノジャーンってやってもう帰るとか言ってねそんな先生ばっかなんです。僕音楽ですでもね、大丈夫。めちゃくちゃ楽しいレッスンなんです。ね、やらない人もね、いたらね、なんかゴスペルやりたくなるような、そんな先生、素晴らしい先生なので、ぜひ期待してください。ね、その練習は9月の半ば頃から毎週このふくらはこで始まります。プラス、キッズの練習も始まります。キッズの練習はもちろんバナナ保育園で、やります。ね、なので、キッズ、もしね、身の回りでね、お母さんと離れられて練習できるお子さんがいらっしゃる方がいらっしゃったらね、
ぜひ誘ってみてください。もちろんお母さんたちこの辺りで待つこともできますので、ゴスペルやりたい人、またキッズで参加したい人、もし身の回りにいましたら、もし皆さんもやりたければぜひね申し込んでください。今回ね、もしかしたらクワイアね多くなるかもしれないんで、定員を作るかもしれません。で、練習回数も実は10回ぐらいしかない、11回ぐらいしかないんですけれども、その中でも 4,5 回は皆さんに出ていただくようになると思います。曲も 4,5 曲あるのでね、そんな、アナウンスがありました。じゃあ皆さんクリスマスのためにねこれから準備していきましょう。まあね、クーラーつけながらクリスマスの話するのなんですけどもねということで、フィルがねこれから毎月、毎週第1週目の日曜日、ファーストサンデーね、は、彼がこれからキャラクターをずっと持ってきますね。楽しいでしょ。すごく私たちの聖書を学べるからね。で、私は、ずっと、その、違う週は2、3、4と私またずっとヨハネを学んでいます。だからね、ジーザスセンターちょっとねこうバラエティーが聖書の学びができると思います。ヨハネを学びながらずっとイエス・キリストの人生を追っていきながら聖書のこうポイントでキャラクターを学んでいくね。なので、英語のメッセージが聞きたい人がねもし周りにいたらぜひお誘いください。多分単発でもねフィルのメッセージ聞けると思います。では以上になります。祝福ありますように。今日はねいっぱいお菓子あります。愛子くんが地元のねおこしね、山形変えたんだって言ってました。ぜひおこし食べてください。あとワッフルもねあります。はい。じゃあ以上です。祝福ありますように。ありがとうございました。